はい、皆さんこんにちは。立花さゆりです。いきなりですが質問です。話し始めた瞬間に相手の心をシャットアウトさせてしまう言葉あるのをご存知ですか？たとえいくら内容が正しくても言い方一つでこの人なんか感じが悪いなとか、この人とは話しにくいな、そう思われて損をしている人実は結構多いんです。今日は無意識に使いがちな冒頭で使ったら即アウトな言葉3つを厳選してお伝えします。これらを回避するだけであなたの好感度は爆上がりします。では行きましょう。そして皆さん今のうちにチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。では1つ目です。以前にも申し上げた通り、これ皆さんついビジネスシーンで使ってしまってませんか？言葉としてはすごく丁寧です。でも受け取る側はこう感じます。前にも言うてんなとか、なんで覚えてへんのっていう冷たい圧を感じてしまいます。特に会話の冒頭でこれが出ると相手はもう一気に防御モードに入ってしまいます。その代わりにこう言ってください。念のために改めて申し上げます。それか前にも少しお話ししたかもしれませんが、こういった言葉を使うだけで相手は安心して話の続きが聞けるようになります。これね、私ついこの間どえらいすごい業者さんに会ってしまいまして、で私が質問したんですよ。そしたら前にも申し上げた通りとか言われてびっくりして、と思ってびっくりしました。こんな方いてるんやと思って、はいでは続いて2つ目です。これは本当に危険な言葉です。皆さん気をつけてください。その危険な言葉の正体は普通はです。なぜ危険か分かりますか？それは普通の基準が人によって 100% 違うからです。普通はこうするよねとか、普通はそれ分かるよねとか、こう言われたら相手は否定された、責められたっていうふうに感じてしまいます。さらに無意識に上から目線に聞こえてしまいます。非常にそんな言葉なんです。ここは主語を自分に変えてみましょう。例えば私はこう考えてますとか、こういうやり方も一つの手ですよとか。大事なのは普通っていう武器を捨てて自分の意見として伝えることです。はい、そして3つ目です。これ口癖になってる人一番多いかもしれないです。これ前の動画でもお話ししましたが、間の 4D 言葉です。はい、まず1つ目の D がでもです。そして2つ目がだってです。そして3つ目がだからです。そして4つ目はどうせです。この4つを会話の冒頭で使ってませんか？でもそれってだって忙しかったしとか、特にでもが一番強烈です。でもから始まってしまうと、あなたの話はまず受け止めませんっていう拒絶の宣言みたいなもんです。会話上手な人っていうのはまずワンクッションを置くんです。例えばそうなんですねとか、なるほどとか、確かにとか、こういったワンクッションを置いてから自分の意見を伝える。これがとても大事です。では今日のお話をまとめます。冒頭で使っては NG な言葉3つです。まず1つ目です。以前にも申し上げた通り。そして2つ目です。普通はです。そして3つ目です。間の 4D 言葉です。まず肯定から入ることは非常に大切です。言葉の内容よりも入り口の印象、ここが一番大事です。ぜひ今日から一つだけでも意識してみてください。では続きまして小話コーナーです。どうぞ。はい、さゆり先生の小話コーナーが始まりました。イエーイ。今日はチャンスって実はもう幸運そのものなんじゃないかなっていうことについてお話ししていきます。私ここ数年フランス語の勉強してるんですね。レストランで注文したりとか、
日常会話くらいはできるようになりました。そして最近は文法を勉強してるんですね。ちなみにフランス語の文法って本当に難しいです。はい、そこであることに気づいたんです。英語でグッドラックってあるじゃないですか。幸運を祈る。でこれをフランス語でボンシャンスって言うんですよ。でフランス語ではシャンスってチャンスって幸運って意味なんですよ。英語って3割ぐらいから4割がフランス語由来って言われてるじゃないですか。なので私たちが使ってるチャンスって言葉にはもともと幸運っていう意味合いが含まれてるんです。これすごい面白いなと思って、だからチャンスが来た時点でもう幸運はそこに来てるんですよ。あとはそれを掴むか掴まないか、これだけですよね。そしてチャンスの神様は前髪しかないっていうじゃないですか。前から来た時に掴まないと、通り過ぎた後後ろがツルツルやから掴めない。これもよくできた例えですよね。なので皆さん、私も含めてですが、目の前にチャンスが来たら掴んでいきましょうね。はい、皆さん今日の動画いかがだったでしょうか。ぜひいいねボタンと、そしてチャンネル登録、そしてベルマークもオンにしてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。